夜の闇に紛れながら二人、静かにひた歩く。こうして二人で歩いていると、不思議なデジャビを抱く。いや、そうか。これは騎士官なんかじゃなく、あの日と同じなんだ。そう、僕が再びこの村へとやってきた最初の人。あの時も僕はこうして家具屋に案内され、ただただ彼女の後ろを歩いていた。あの日と違うのは、僕が彼女のことを知っていることと、ご機嫌な鼻歌が聞こえないということだけだ。予感がする。それは必然だったのか。それとも僕があの日のことを思い返したことで、彼女はその道をたどったのか。あの時はただの険しい獣道だとしか思わなかったそこは、確かに山奥へと続く道なのだと気づく。この村で初めてかぐやと会ったあの時、僕はすでにこの山へと登っていたのだ。思えばいつだって僕の日常を終わらせたのはこの山だった。それはまるで村と山には日常と非日常を切り替える境界線が存在するかのように。一度この山に踏み入れば、そこはまるで人外魔境。何が起きても不思議ではない。もはや僕はそんな覚悟さえ決めていた。しかし、僕のそんな薄っぺらな覚悟は、そこにあった現実を前にあまりにもあっけなく吹き飛んだ。なんだよこれ。それはまさに想像もしていなかった光景。俺は想像したぞ。どういった経緯でこの場所へやってきたか、わけがわからない。嘘でしょ。僕は震えながらゆっくりとそこへ近づいていく。決して認めたくない現実へとどうにか歩み寄せる。あとこれが人数分行われるわけやろ。はあ。陽介。それはまるでハンマーで殴られたかのような衝撃。だってそうなんだよ。本当にこれが何かしらの殺人事件みたいなことに発展するというか、本当の生贄だというのであれば、遺体をここに放置するっていうこと自体がまずありえないのよ。そもそもの話がね。そうなのよ。それをしてしまうと、だって、ね、村の人間に発覚してしまうっていう、そのリスクがあるわけだし、特に、何も事情を知らない子供とか、そういうのにね、見つかったらっていう場合もあったりとか、ね、リスクしかないわけやねんか。とにかく。そうでしょ。けど、これを晒すってことは、その晒すというだけの意味があって、だっていつもと違うのは政治たちがこうやっておるってことでしょ。つまりそういうことなんじゃないかなってのは思います。左足がないんだろうな。僕はこうなる覚悟はしていたが、優秀な彼だけは、そうならないと思っていた。冗談きついよ、涼介。僕は誇らしかった。彼と友であることが。そして密かに憧れていた。目指すべき目標のようにいつだって意識してきた。まあこんなことがあるから、前半は楽しかったんだよね。みんなとの思い出を濃密に過ごそうとしてたんだよね。だってこうなってしまったらコミュニケーションを取ることすらできないのだから。そのあいつがこんなにあっさりと。次は右足か。嘘だ。かつてタケルの死体を見たアンズのように、僕はそれが本物だと認めることができずに、ゆっくりと近づく。そして吊るされたそれの顔にそっと触れると、恐ろしいぐらいにひんやりと、けど確かな人肌だとわかる感触に震える。ああ、そうさ。僕はここに来て、まだこれ以上の犠牲はないなんて甘い考えでいたんだ。
あと、アンズと、ミーナと、文化。やらなあかんな。だってもうこれ以上の犠牲を受け入れる余裕なんて僕の頭の中には1ミリたりともないんだから。かぐやは陽介の欠損した部分から滴る血に誘導され視線を下に向けると、そこにはかつて図書館で見たものと酷似した血で染まった紙を見つける。セレネ、欺きし儀式の完遂のため裏切り者を捧ぐ。はあ。裏切り者。つまり、凌介が裏切り者ってこと？だから凌介の死は関係なかったりするんかな？そんなことある？どうなんだろう。僕はそこに書いてある文章を読み上げてみるものの、まるで意味がわからない。これは僕たちに対する警告ではないのか？それとも本来ならば僕たちの誰かはこの文章を見れば犯人の意図が理解できるとでも言うのだろうか。裏切り者？唯一わかるその単語を思わずつぶやく。陽介は裏切り者？それとも。お兄ちゃん。かぐや。僕の後を心配そうに、つけてきたかぐやにこの惨状を見せるのははばかられたので、僕はとっさに体で隠しつつ彼女に死体を見せないようにする。ごめん、行こう。僕の表情から何か悟ったのか、かぐやは悲しげな表情を浮かべながら元気なくうなずく。ギリッと歯がきしむような音が耳に入る。いや、歯がきしむようなじゃない。実際に歯がきしんでいたのだ。気がつけばそれは僕の口からしていた音だった。それほどまでに無意識に僕は歯ぎしりをしていた。それは紛れもなく純粋で単純な感情。かつて感じていた恐怖とはある意味対極にあるであろうもの。させない。許さないぞ。絶対に。許さないか。許さないぞ。絶対に。復讐に燃え始めたね。でも、そのうちどうせ冷めるやろ。次の次くらいで。それは怒りだった。僕自身あまりその感情を表に出すのが苦手だった。何があっても自分の殻にこもりうまく表に出さず暮らしてきた。自分に自信がなく何かしらの理由をつけて他人を許して受け入れてきた。けどもうダメだ。僕は僕の中にあるどす黒い感情を抑えきれず、気づけばこそこそ隠れて移動することも忘れ、荒々しく獣道を力強く歩く。一度その感情を表に出してしまうと、自分でも恐ろしいくらいに恐怖心が消え失せていた。怖がるのは僕じゃない。次はお前たちの番だ。心の底から出る低い声は、まるで自分のものとは思えない声だった。そうだ、僕は何を今までこそこそと逃げていたのだ。相手は僕の大切なものを奪っていく奴らなんだ。なのに僕はそれを怯えながら震えるだけで黙って見過ごしてきた。それは僕の過ちなのだ。僕に害なす相手がいるのならば戦わなければならない。相手が誰だろうと関係ない。たとえ差し違えてでも必ず。このまま黙って死ぬのだけはごめんだ。ここだよ、お兄ちゃん。やはり見覚えがある。あの奇妙な小屋だった。
しかし今は幸いにも見張りは誰もいない。今ならば奇襲するのは容易だろう。武器もなく。ありがとう、かぐや。ここまででいいよ。あとは僕に任せて図書館に戻るんだ。お兄ポン。かぐやの返事も聞かずに、僕は怒りに任せて躊躇なくその小屋へと近づき、そして乱暴に扉を開いた。刹那。僕の激しい怒りは眼前に広がる光景を前に、無賛した。これ多分タイムリープするな。なんか今ふと思ったけど、多分やり直すやろ。一回死んで。いや、正確には僕の怒りはその思考ごと停止した。それはありえない光景だった。同じやつや僕の理解の範疇を超えた本能的な恐怖を刺激させる不気味なほどに白で統一された部屋。外の小屋とあまりのギャップに、まるで見知らぬ別の世界へと迷い込んできてしまったかのような違和感。そして僕は再びその光景にデジャビュを覚える。ここに似たようなどこかに足を踏み入れたことがある。けどそこには一目でわかるほど決定的に違う点が一つだけある。いや、違う点なんて生優しいものじゃない。この真っ白な部屋において、それは明らかな異常、異物だと言っていい。初めて見るはずのその光景をどこかで見たことがあるように感じていたのはなぜなのか。それは過去に聞いていた話が眼前に広がる光景とダブって感じたに他ならない。そしてそれを理解したくなくて、なのに僕の瞳からは先ほどの怒りが嘘だったかのように涙がこぼれ落ちる。僕自身はそれを認めたくないのに、本能はその光景から認めたくないものを認めてしまっていたか。だから気づけば僕は涙を流していたのだ。なんだよ。これは、母親でもおったけ。わーお。まあ、そうだよね。そりゃそうだよね。左足かな？左腕ではなさそう。白い部屋に見合わぬ赤黒く染まった椅子。確か、あいつもそんな感じの死に方じゃなかったっけ？そこに縛られているのはまるで拷問されたかのような無残に変わり果てた杏の姿。右足を失っていた凌介の対になるかのようにいつも蹴りを放っていた杏の左足が見当たらない。あれ？時系列おかしくね？だってミーナが言っとったやん。左腕、体、次は右足って。けど、見つかった凌介が右足で、次左足なわけ？杏の。それっておかしくね？だって、杏はだいぶ前におらんくなっとったし、今まさにここでやられたっていう感じもなさそうやん。なのに、先に杏の左足が行かれてから、凌介の右足が行かれたってのはちょっとおかしいんじゃないかな。生きてるかもしれないなんて甘い幻想を抱く余地のない絶望的なまでの現実。床からの光に照らされ不気味な椅子にくくりつけられた光景はあまりに痛々しく思わず目を背けてしまう。
怒りを通り越して僕は深い戸惑いを抱く。恐る恐るその部屋の中をうろつくも、すぐに立ち止まりうつむいてしまう。それも無理はないはずだ。なぜなら、何なんだよこれ。僕は犯人たちと対峙して不条理な現実を押し付けてきたそいつらに怒りをぶつけるつもりだった。なのにそこに広がっていたのはわけのわからぬ白い部屋と仲間の死体、それだけだった。なんで誰もいないんだよ。どこをどう見ても誰かが隠れられるようなスペースは存在していない。何か手がかりはないかと部屋を漁ってみようにも、その取っかかりすら存在しない。ただ無機質な部屋が広がり、あるのは見るに耐えない杏の死体だけなのだ。くそ。僕は振り上げた拳を下ろす場所を失い、ただただ強い喪失感に襲われていた。靴に血がつかないということは、すでに相当な時間が経過していることに気づく。やっぱそうだよな。ということは時系列的に杏が先に行かれとるはずなんよ。なのに、ミーナが言った次は右足って言っとるのに、行かれたのは左足やろ？どういうこっちゃね。これが多分謎を解く鍵だと思うぞ。だから多分こいつらは本物じゃないんだって、やっぱり。やはりあの時、保身に走らず、凌介と二人で杏を探しに戻れば、あるいは、居場所が分かっとるって言ったから、まあ、ここに来ることは、もう分かっとったんやろうな、きっと。僕の脳裏にすでにどうしようもない無駄な後悔ばかり渦巻いてくる。ずっとこれを繰り返しとるやん、お前。聖司よ。聖司くんよ。ずっとこれを繰り返しとる。死ぬぞ。いつか。調べられるところもなく、なんとなく扉を触れてみると、それが扉であることに気づく。先ほどのインパクトに気づかなかったが、どうやらこの先にも部屋があるようだ。いや、それはおかしい。サイズ的にやろ。あの小屋の大きさから考えても、この先に部屋などあるはずもない。だからこそ僕はこれが扉なのだと気づかなかった。この扉を開くべきか、僕はわずかに悩む。いつだってそうだ。僕は不用意に踏み入っていつも後悔してきた。そうだね。都合これで3回目くらいだよな。4回目くらいか。また繰り返すのか？もうここまで来たらもう治らん性格なんだから、もうそれを貫いて、もう全てを失うまで頑張れって話だよな、きっと。僕の心はとっくにキャパシティを超えて、もはや自分で自分の感情がどうなっているのかすら判断できない。また、この先には僕の見たくない現実が待ち構えているかもしれない。なのに、僕は進むというのか？けど、だからといって、ここで引き下がって何になるというのか？そういうことや。死んだみんなが生き返るわけじゃない。真実がわかるわけでもない。ここで戻れば、ただ知りたくもない友人の死の事実を見せつけられただけになってしまう。そんなの。自分の無力さは次々と仲間の死体を突きつけられて嫌というほど味わった。なぜ凌介たちがここへ来たのか、僕もまだ知らず知らずのうちに、誘導されている罠なのか、何一つわからない。けど僕は直感する。このまま逃げているだけでは何もわからないまま、僕もまたこうして殺されるのだろう。どうせ儀式の生贄とやらとして殺されるのならば、せめて真相を知りたい。この一連の強行の犯人をこの目で見て、立ち向かってから死んでやる。その息だ。よし、行くぞ。
僕は再びその瞳に決意の炎を宿し、意を決してその扉を開く。暗いな。何とも言えない感触を足元に感じながら、僕はその真っ暗な部屋をひた歩く。なんだこれ。何かないかと暗闇の中で手をまさぐると、左右に奇妙な感触の壁のようなものがあった。荷物かな。左右には何か得体の知れない大きな荷物のようなものが積み上げられ、とても通れそうにない。多分人の死体じゃないかな、これ。だから死体というよりも、なんだろう。結構何パーとか前に話したんだけど、その魂の抜け殻とか、そんな感じじゃないかな。そうなると僕は必然的にただまっすぐにその部屋を進むしかない。すでに時間の感覚は狂っていた。僕は永遠にさまよい続けているような感覚を抱きながら、ただただ歩き続ける。そこに人の気配はなく、闇だけが広がっていたけれど、不思議と恐怖はなかった。友の死を経て自身の死すら覚悟し、ただこの感情の落としどころを探して歩き続けた。ああ、いつまで歩いただろうか。その変化に僕はようやく気づいた。月だ。眼前に広がったのは夜空に浮かぶまん丸の満月。気がつくとそこは外だった。その意外な光景に少しだけ立ち止まったものの、僕は再び前を向いて歩き出す。今更戻って何になる。ここはどこだろうと関係ない。かぐやは、今の僕にできるのはただ歩くことだけなのだから。僕はまるで満月の光に導かれるように、その月明かりが指す道なき道を歩き続ける。不思議と僕は確信していたのだ。その月明かりが指し示す先に僕が知りたかった真実が待っているのだと。だから僕は歩き続けた。希望的観測だけど多分そうなんだろうな、今回に関しては。まるで月へと向かうかのような光に照らされたどこまでも続く山道を。そして僕はたどり着く。真実が待ち構えているであろうその光景に。僕が求めていたはずのその真相に。時は深夜。これ終わるな多分。いつの間にか日付をまたぎ、悪夢のような一日は終わり、新たな日常が始まる時間。おい、時間感覚なくなったんじゃないのかい。だからだろうか。僕はこれから目にする光景を驚くほど冷静にそれを受け止められた。それを見て普段の僕ならばどんな感情を抱いただろうか。おっすー。怒り。まあそうなるよな。悲しみ？それとも、その答えはわからない。けれど、満月に照らされながらミーナの首を抱くかぐやの姿を僕はただただ美しいと感じていた。帰り血に染まり、かつて慕っていたはずのミーナの首を持っている彼女の心境は一体どんな思いなのか。僕は彼女へと一歩近づこうとすると何かにつまずきそうになりよろける。その地面に転がっていたのはとても見知ったはずのミーナの体らしきものだった。いや、どう見ても彼女だと思う風貌をしているが、それでもそれはらしきものとしか言えない。なぜならいつもそこにあった彼女の笑顔が、いや彼女の顔そのものが存在しないのだから。
とっくに壊れてしまったはずの僕の感情の代わりかのように頬を伝う涙が彼女の死を悲しんでくれた。これが真実なのか。目の前の少女こそが全ての元凶だというのか。しかし僕が否定したいと思う感情を目の前の光景はその犯人が誰であるかを雄弁に物語っていた。だったんだって言い方ちょっと変だよな。犯人はかぐやじゃない。それはそれでまた話。日本語の問題かもしれんけど、犯人はヤス。でもね、多分違うんだよな。かぐやってのはあくまでもなんかシステム的な要素があると思うんだよ。この世界のね。この世界のシステムであり、実行犯ではないはずや。あくまでも、かぐやは結果であって、その過程は多分十二一重がやったんだと思うけど、どうだろうな。ここは素直にだったんだって選ぶべきなんかな。でも俺はじゃないを選びたいんだよな。ミステリーとしての整合性が整ってないから、目に見えるものだけが真実だとは限らんやろ。凌介が言っとったっけ。それをあいつの遺言として俺はこっちを選ぶよ。犯人はかぐやじゃない。僕はこれほどの光景を見せられてもなぜか不思議とそう信じられた。いや、それは、ミーナの頭を抱くかぐやのどこか悲しそうで愛おしそうな表情が僕にそう思わせたのかもしれない。それがたとえ都合のいい、どこまでも現実逃避な考えだとしても僕はそう考えてしまう。なぜなら僕の知るかぐやにはこんなことをする理由がどうしても理解できないからだ。でも、政治が知ること以外にこの世界の仕組みってのがあるわけだから多分、それは違うんじゃないかな。かぐや？僕はどうにか壊れた感情のまま目の前の少女の名を口に出す。お兄ちゃん。その呼びかけでようやく僕の存在に気づいたらしいかぐやが感情のない声でそうつぶやく。僕から呼びかけたくせにその声、どう声をかけていいものかもわからず言葉を失ってしまう。そんな僕をぼんやりと見ているかぐやもまた言葉を、いや感情を失ったように立ち尽くしていた。すぐに気づくべきだった。今のかぐやは僕と同じ、いやそれ以上にとっくに感情が壊れてしまっているということに。本当に感情を感じさせない瞳で音もなく僕の方へと近づいてくるかぐや。その動作があまりに自然で殺気を感じなかったからこそ、みんな同じ末路をたどったのだとようやく直感で悟る。ほう、つまり犯人ってことか。僕は弾けるようにかぐやから背を向けて、ただひたすら全力でその場から逃げ出すように駆け抜ける。にもかかわらず、かぐやもまたすぐにそれを見て素早く追いかけてきているのが背後からわずかに聞こえてくる足音でわかる。ああ、そうさ。嫌でも分かってしまう。その足音からして明らかに僕よりも数段早くすぐにでも追いつかれてしまうということが。タックルされたかのような背後からの強烈な衝撃に耐えきれず、僕はその場に倒れ込んでしまう。ただただ己の生存本能を信じて駆け抜けた僕の行動は最善であったはずにもかかわらず、ほんの数秒だけその末路を先延ばしさせたに過ぎなかった。ゴロゴロと転がった僕が仰向けに倒れていると、そこにかぐやが馬乗りになり、この両腕を僕の首へと添える。華奢そうに見えるかぐやのどこにこれほどの力があるというのかわからないほどの強さで、
両手でゆっくりと僕の首を絞めてくる。そこに容赦も冗談もなく、ただ僕を殺すつもりだと、ここに来て初めて受け入れざるを得なかった。かぐやは一層一思いにやってくれと言いたくなるほど、じわじわと僕の首を締め付けてくる。両手で思い切り振りほどこうとするも全く通用せず、驚きと、諦めが僕の心を支配していく。おそらく僕がかろうじて言葉を発することができるとすれば、あと一言が限界だろう。僕は今、かぐやにどんな言葉を投げるべきか、朦朧とし始めた意識でぼんやりと考える。ことここに至って、僕は目の前の少女への遺言を伝えようとしていた。こうして僕を殺そうとしている相手なのにもかかわらず、どうしても彼女を悪として見ることができない。この甘さが僕を殺すのだということは理解しているつもりだ。もちろん死ぬのは嫌だ。けれど、それ以上にこの村に戻ってきて、僕は今までの人生で一番喜びを感じていた。それはミーナがくれたつながりと、かぐやとの出会い、過ごした日々のおかげなんだ。いつしかそれは僕にとって一番大切なものになっていたんだ。だから僕はそれを否定できない。だから僕はかぐやに最後の言葉を投げかける。朦朧とした瞳に映るぼんやりと輝く満月に照らされた彼女の表情が気になったから。なんで泣いているの？まるで言われるまで気づいていなかったというふうに、かぐやはハッとした表情をする。不意に僕の首にかかっていた力が緩められ、本能が酸素を求め肺へ空気を送る。かぐやは自分の方をそっと撫でて、涙が流れているのが本当だと気づき、必死に袖で涙を拭っていた。しかしその涙を拭っても拭っても、次から次へと涙が溢れ出し、いつまで経っても止めることができない。かぐや。ようやく意識が戻ってきた僕は、改めて目の前の少女が僕のよく知る彼女であることを確信する。どんなに血まみれでも、たとえ彼女が僕の一番大切な人を殺めたのだとしても、かぐやもまた大切な僕に残された最後の一人なのだと確信する。自分でもこの現実感のない絶望的な死の連鎖で現実を受け止められていないのかもしれないけれど、理屈じゃなくただただ本能で、僕はかぐやを信じてみようと決めていた。それが凌介に教わった僕の信念であり覚悟。たとえどんな光景を前にしても仲間を信じて、仮にそれで最悪の結果になったとしても構わない。疑心暗鬼に陥って誰も信じることができなくなり、孤独のままで死ぬよりはずっといい。それこそが決して人付き合いがうまくない僕自身がどこまでも器用に選んだ生き方なのだ。やっぱり私お兄ちゃんを殺せないよ。殺すことなんてできないよ。その言い分ってあれじゃん。実行犯はやっぱかぐやか。実行犯がかぐやで、十二人はそれを隠すための組織ってこと？サポートかするための組織ってこと？初めて見る彼女の涙。けれどそれは彼女を通して僕自身が流している涙なのだと、なぜかそんな気がした。女絡みだと指摘になるよな。理由もなく僕はかぐやとの深いつながりを感じていた。たとえ彼女がこの事件を起こした張本人だとしても、
僕だけは彼女を許し、そして共に背負っていかないといけないのだと強くそう思っていた。急にどうした？かぐや、僕の考えていることわかるよね？以心伝心。僕たちの中にある何かを通じてその感情を共有している感覚、夢の件か。僕は今、初めてかぐやのことを妹だと感じる。彼女が僕を兄と慕うのは、きっと僕の中にあるものを感じ取っていたからなのだとようやく知る。血のつながりではなく、あるいはそれよりも強く深い絆。彼女と触れ合うことで、僕はようやくその絆を通して、かぐやの凍った心を少しだけ溶かすことができた。かぐや。兄ちゃん。私。そこまでだ。わお。ようやくかぐやが僕へ何かを打ち上げようとしたその瞬間、背後から鋭い静止の声が闇夜に響く。まさか、十二人のお前が、我らを、いや、いつとものを裏切るとはな。急にすげえのが来たな。おい、どういうことよ。しかも、みなりにしては声が若い。いつとものを、ウイロウイロー。セレネの脅威、知らぬとは言わせぬぞ。貴様の使命は、そこの坊やを殺すことのはずだ。でも、私。今さら、おじけづいたとは言うまいな。貴様の手を染めた、その血を無駄にするつもりか。二人の会話は今の僕にはまるで理解ができない。けれど一つだけわかることがある。そして僕にとってそれだけはわかれば十分すぎるものだった。始まった。明らかにこのおじちゃんはかぐやの敵だから、なんか対抗するぜ、オラーみたいな主人公心が芽生えたわけやろ。お前らだな。ふん？お前らがかぐやに無理やりこんなことをさせてるんだな。何を言うかと思えば、ニエはニエらしく、ただ黙って朽ちるがいい。ふざけるな。何がニエだ。僕たちを一体何だと思ってるんだ。僕はようやく拳を振るう相手が登場したことで、今まで行き場を失っていた怒りが再びふつふつと湧き上がり、逃げたぎってくる。相手がどんな人物だろうと関係ない。一発も殴らずにこのまま黙って殺されてなどやるものか。お前はみんなの仇だ。やれやれ。私は荒事担当ではないのだが、仕方ないか。貴様の代わりに、私が処分しよう。うわー。おい、さっきの伊勢はどこ行った？あ、違う。これはあれか。聖司が拳を振り上げて立ち向かっとるんか。僕は怒りに任せて余裕そうに仁王立ちしている男を殴るために駆け寄る。ほん。僕が思い切り殴ろうと振り上げた拳は、しかしなぜか男の手前で硬い壁のような衝撃によって止められてしまう。なんだこれ。これは、羅刹か。羅刹まで来るか。老紳士風の男は言葉を投げた暗闇の先への視線を向けると、そこには見知らぬ人物が静かに佇んでいた。ウイローが手を出して、それが壊れたら困る。そういうことか。わかったぞ。この世界がわかったぞ。そういうことか。
探偵と魔法使いと魔女か。魔女と探偵と、世界とか。殺人事件と。第一隻の羅刹様にそのような心配をされるとは。この年にして貴重な体験をさせてもらったよ。茶化すな、ウイロ。私の方が荒ごと向きだから手を貸すと言ってる。羅刹様。まあ十二単の第一隻ってことやろうな。多分そういうことなんやろうな、十二単って。そういうことなんじゃないかな。なんか前も話したと思うけど、十二単って1から12まで位があるわけなんだけど、5から下、1、2、3、4、5に関しては、十二単でありながら、身分としては人間以下だったんだよね。6、7、8、9、10、11、12の 7位は、上位の貴族とか、そういう風な身分の、ものにあったわけなんだけど、それの第1位がここってことか。で、この感じで言うと、かぐやはマジで5以下だな。下手すら10とか、12の可能性も出てきたな。突如現れた羅刹と呼ばれた人物を見て、かぐやが先ほど以上に絶望している感情が伝わってくる。見た目に反してこの老紳士風の男よりもさらに危険な相手だというのか。いや、男一人ですら絶望を感じていたかぐやがさらに深い絶望を抱いているのだとわかる。それに大切な右腕だ。私がやった方が綺麗に取れるだろ。なるほど、聖司は右腕担当だったんか。しかも表情がえらいことになってる。だからまあそういうことだよな。生贄のパーツを全部集めて、それを供物として、輪廻転生というか、不死を、再現するみたいなことになっとるんじゃないかな、システムとして。道理だな。では、任せるとしようか。漢字で言うと、ウイロウに関しては、まあ6以上ではあるな。位で言うのであれば。もしもこいつが十二単の人間であるのならばね。あまりに物騒で大変そうなことをさも簡単な作業かのようにあっけらかんと言ってみせる。そうするとこの羅刹に対抗する立場の魔女がやってくるな。魔女って言っていいのかな。あえて作品名は出さないけど、魔女だよ。そしてそのまま手をすっと僕の方へと向ける。危ない！お兄ちゃん！ようやく立ち上がった僕をかぐやが抱きつくように再び日本語。ようやく立ち上がった僕をかぐやが抱きつくように再びタックルされて、二人でその場に倒れ込む。気がズバーンっていくんやろ。刹那。ここで刹那って言い出すとまた話変わってくるんよね。切られた。僕に覆いかぶさっていたかぐやがなぜか辛そうにその表情を歪めうめく。どうしたのかと尋ねようとして、かぐやの背中が斜めに切り裂かれ、血が滲んできていることに気づく。いや、滲むという表現は適切ではない。よく見ると、まるで鋭利な刃物で切りつけられたかのような鋭い切り口で服が裂けており、そこから鮮血が溢れてきているのだとわかる。もし僕があのまま立っていたらどうなっていたのかをようやく悟り、本能的に血の気が引く。直後、背後からズシンと大きな音が鳴り響き、地面が地震が起きたかのように一瞬揺れる。
恐る恐る視線を後ろへ向けると、そこには鋭利な切り口で斜めに切り裂かれた木々が次々と倒れているありえない光景が広がっていた。まるでかまいたちのような見えない刃物がかぐやの背中をえぐり、そして背後の木々をすべて切り裂いていったのだ。お兄ちゃんだけは特別だから、生贄にしないって言ったのに。だから私、みんなのことを殺したのかい？かぐや、それ以上喋っちゃダメだ。傷口が開くから。愚かだな、かぐや。それは外郎の優しい嘘というやつだろう。そうでもしなければ、お前は儀式を遂行する決心はつかなかったはずだ。そもそも、何のためにこの儀式が必要なのか。忘れたとは言わせぬぞ。それは。こやつらは、この星を守るための尊い犠牲なのだ。でも、お兄ちゃんが死ぬのは嫌だから。話にならんな。二人が何を言ってるのかまるで理解できない。いや、理解なんてしたくもない。そんなことよりも、このままでは目の前の少女が僕をかばってくれたかぐやが死んでしまう。そろそろ来るんじゃないかな、ベルンカステル。その事実よりも大事なものなんてここには何一つありはしないのだから。逃げて。お兄ちゃん。せっかく作った自然をあんまり壊したくないんだがな。羅刹と呼ばれた人が少し不機嫌そうにそんなことを言ってすねる。そこにはかぐやのような戸惑いやためらいなど一切なく、本当にあっけなく、恐ろしいまでにあっさりと、それこそアリを踏みつぶすかのごとく、僕たちを殺すつもりだ。死ぬ。間違いなく死ぬ。この数日間、死と隣り合わせで過ごしてきたからこそ確信できる。次にこちらへ手を向けた時、それが僕たちの最後だ。ああ。体が死を悟り、ガチガチと奥歯が噛み合わず、自分が眼前の相手に恐怖を感じているのだと気づく。僕の死刑宣告を告げる羅刹の手があまりに無慈悲にあっさりと再びこちらへと向けられる。すっと前に掲げたその手は僕たちにとっての死神の鎌。次の瞬間、僕の命の灯火は消える。それは抗いようのない現実だった。走馬灯のように過去の日々が蘇り、そしてまるで時間を圧縮したかのようなスローモーションに感じられる。止まっているかのような時間の中で最後に思い浮かぶ光景は、やはりみんなとの日々だった。決して長い時を過ごしたわけじゃない。けど、そんなくだらない免罪符なんて必要がないほどに僕の心の中心にその光景はあった。タケル、そっちへ行ったら笑顔でハイタッチを交わして迎えてくれるかな。凌介はきっといつだって僕へ手を差し伸べてくれるだろうな。アンズはあの時僕が一緒に行ってあげなかったことを怒るんだろうな。つばめさんはそんな僕を慰めてくれて。ミーナはそんな俺たちを優しい笑顔で見守ってくれるんだろうな。そしてかぐやは、
僕は胸に抱く確かな温かさを感じて、その甘い幻想世界のような走馬灯から現実へと引き戻される。気づけば、その静止した世界で僕は全身から来る震えが止まっていた。そうだ。何かを受け入れようとしているんだ、僕は。この現実を受け入れていいのか？まだかぐやは僕のために傷つき、こうして胸に抱いている彼女は生きているんだ。僕を殺そうとして、それなのに命がけで助けてくれたかぐやに対して、そんな簡単に生きることを放棄してもいいというのか？そんなはずはない。もうかぐやしかいないんだ。今までと違い、こうして僕は今目の前にいる。すでに大切な人を失った後で後悔するだけじゃない。この場にいる今ならば、僕がかぐやを守ることだってできるかもしれないんだ。かぐや、僕はもうこれ以上誰も殺させたりなんかしない。耳元に先ほどの鋭い風切り音が響く。瞬間、僕の頬に一筋の血が垂れる。しかし僕の体もかぐやもどこも切り裂かれることもなく、再び背後から木々が倒れる音が鳴り響く。あ、今まで顔色一つ変えなかった羅刹が初めてその顔色を変える。その視線は僕の右手に注がれていた。これはそっち？自分の手の甲を見てみると、そこには奇妙な印が輝き、体もよくよく見るとぼんやりと不思議な光を放っていることに気づく。なんでもこの村の人間はかぐや姫の血を継いどる関係で、彼女のような不思議な能力を持っとるらしいんや。僕はかつてルイさんから聞いた言葉を思い出す。あの時は信じられなかったことが完全で繰り広げられていたのだ。それを言い出したらってミーナとかどうなるんや。僕にだってそんな不可思議な能力が秘められていても何らおかしくない。その光、まさかカルマの。老紳士風の男も僕を見て驚きを隠せないようだ。大気に影響はない。私の能力が制限されている気配もない。待て羅刹、もしかするとその小僧本物の。面白い。ならまがいものかどうか見極めさせてもらう。だがもしも本物なら死にはしないはずだろ。決まりだな。さて、その力どれほどのものか私が試してやる。言葉とともに僕は羅刹の放った殺意に射抜かれると直後、2度3度と耳をつんざく風切り音が鼓膜を震わせる。どうやら再び先ほどのかまいたちのようなものを僕へ向かって放ってきたようだ。しかしやはり偶然ではなく、その攻撃が僕たちへ届くことはなく、まるで狙いがそれたかのように左右へと斬撃が飛散する。なるほど。加護の類か。余裕の表情を崩さないその表情に僕は再びぞくりと寒気を感じる。このままではまずい。今は奇跡的にしのいではいるけど、そう遠くないうちに僕たちは殺される。
相手を倒したり、捕獲できるような類の何かではないと分かった以上、僕にできることはただ一つ。どうにか彼らを巻いて逃げ出すことだけだ。僕はかぐやを抱きかかえながら立ち上がる。かぐやを抱きかかえつつ逃げるのは容易ではないかもしれないが、だからといっていつまでもここにいるわけにもいかない。行くよかぐや。僕は意を決して敵へ背後を見せて木々の暗闇の中へと駆け出す。背後から再びかまいたちが襲い来るも、それは逆に僕が逃げやすい道を切り開いてくれる。しかし、先ほどの老紳士風の男を殴りつけた時のように、今度は見えない壁のようなものに阻まれてしまう。いや、それだけじゃない。まるで重力が倍増ししたかのように、全身が重くなって僕はまともに立ってもいられなくなる。やはり格が違う。これがどんな類の能力なのかは知らないが、まだ自分の能力の全容すらつかめていない僕とはまるで比べるまでもない。まずい。背後を確認すると、悠然と歩いてくる二人組の人影が僕たち二人へと徐々に近づいてくる。僕はこれ以上一歩も動けないことを知っているせいか、特に焦った様子もなく、ただただ自然体なままこちらへ歩いてくる。万事休すか。信心深い方ではないけれど、今度ばかりは祈らずにはいられなかった。僕だけならまだいい。けど、せめてかぐやだけは。この瞬間、僕の、願いを叶えるかのように大きな地震が発生し、地鳴りの音が聞こえてくる。その音の正体である巨大な闇が僕の横をかすめていき、間一髪で難を逃れる。そしてすぐにその闇の正体は、すべて巨大な地や岩、土砂崩れだと悟る。数日前から雨が降り、脆くなっていたことも関係しているのだろう。何にせよ、雪崩のような土砂はあの二人の影をそのまま飲み込んでいった。なんだこれ。あまりに都合のいい幸運な展開に僕は思わずあっけに取られてしまう。直後、重苦しかった体が軽くなったことに気づく。どうやらさすがの彼らもこの天才を前にすれば無事ではいられないのだろう。今しかないよ。かぐや、目が覚めたのか。逃げ震えながら必死に僕にそう訴えかけてくるかぐやの瞳には、先ほどと変わらぬ絶望の色が浮かび上がっていた。これほどの天才をもってなお、せいぜいが時間稼ぎにしかならないということをかぐやは知っているのだ。わかった、急いで降りるよ。僕は土砂崩れの方向から逃げるべき方向を定め、この山を下るために急ぎ麓を目指して駆けるのだった。無我夢中だった。未だ自分が置かれている状況もわからず、現実感もなく、ただただかぐやを死なせたくなくて走り続けた。体力はとうに底をつき、気力を振り絞り歩き続けた。今自分がどこを走っていたのか、ここがどこなのか、すべてがわからないことだらけだった。出来の悪い三流ミステリーですらも起こらないような超常現象のオンパレードに、事実は小説よりきなりという言葉しか思い浮かばない。気力を振り絞り進んでいくにつれ、どんどん思考がかつてのようなネガティブに支配されていくのが自覚できる。僕を支えてくれた皆の姿を思い出すことで、そして抱きかかえたかぐやの体温を感じることで、どうにか折れそうになる心を支える。身を隠せそうな小屋を見つけ、僕はひとまずそこへ入り、心身の回復を図る。
おお、同じとこや。どうにか家具屋を床に下ろすも、このまま放置したら危険な状態だと素人ながらに理解した。とはいえ僕に治療できる知識もなければ道具もない。僕はただどうしてこんなことになったのかと一人嘆くほかなかった。何なんだよこれ。夢なら覚めてくれよ。みんな、家具屋。情けなく悔し涙が瞳からこぼれ落ちる。もう家具屋の前だからと取り繕うこともできない。ただただ続く理不尽な絶望を押し付けられて、僕の精神はとうに限界を超えているのだから。お兄ちゃん。かぐや、喋っちゃダメだ。傷口が開く。聞いて欲しいことがあるの。後で聞くから。僕の言葉に弱々しくブンブンと首を横に振るかぐや。どうしても今ここで伝えなければならないことだということが伝わってくる。けれど、だからこそ僕はその話を聞きたくなかった。この子に及んで何を言ってんだよ、お前は。長引かせるな。ただでさえかぐやが苦しんどるのに。もしそれを聞いてしまえば、かぐやはもうそのまま目を覚まさない眠りに落ちてしまいそうで。踊りたい。うん、僕もだよ。みんなが笑い合えたあの頃に戻りたい。戻れるならあの時に。もう真実なんてどうでもいい。こんなわけのわからない不条理な世界の真実など何も知らなくていい。僕が悪かったんだ。自分の気持ちを整理するために仲間を巻き込むなんて愚かな行為だったんだ。あの頃に戻ってやり直せるのなら他に何もいらない。あの頃のようにまたみんなで笑顔で過ごせるのなら他に何もいらなかったんだ。戻れるよ。え？きっと戻れるよ。何よ？と言いかけて僕はハッとする。そうだ。僕にもあの羅刹とかいう人にも、おおよそ人知を超えた不思議な能力が宿っていたじゃないか。いやでもお前は過去の力だ言うとったやん。ならばおそらくかぐやにも。ああ。僕の推察を肯定するようにかぐやはこくりとうなずく。お前はタイムスリップができるんか？一度も成功したことないけど、私時間を戻すことができるの。時間を戻すって時空間を移動できるってこと？なんで難しく例えるんよ。信じてくれないかもしれないけど。確かににわかには信じられない話だろう。だが信じるよ。またみんなの笑顔を見れる可能性があるんなら僕はどんな話だって信じるよ。かぐやの手をぎゅっと握りしめ、僕は揺るがない瞳でまっすぐに彼女を見据える。そう、僕はとっくに決めているんだ。こんなふざけた現実より目の前の少女の言葉の方が信じるに値するのだということを。みんなを信じ抜くって決めたんだから。やってみようよ、その時空間移動を。ありがとう、お兄ちゃん。
僕が握りしめた手をかぐやが力なく握り返してくる。兄ちゃんと一緒なら、できる気がするの。ああ、できるさ、絶対に。あれほどの理不尽な絶望だらけだったのだ。ならばそんな奇跡が起きたっていい。もし神様がいるのなら、そうでもしないと均衡が保てないはずなんだ。僕は自然とその目をつむり、黙祷のように祈りを捧げる。もし僕の能力が過去をくれるというのなら、かぐやが悲しむこの現実から守ってほしい。彼女の願いを叶える能力を授けてほしい。お兄ちゃん。かぐや。僕はかぐやを優しく抱きしめるように包み込み、そして彼女と初めて会ったあの日みたいにゆっくりとその意識を失っていくのだった。記憶は残っとるんだよな、当然ながら。どうなんだろ